はいどうも。というわけで、おおよその鉄の加工が終わりました。おおよそのというのは、一番大きな部品がまだ途中だからですが、そろそろ切り上げて編集しないと動画の公開が間に合わないということで、一旦これで締めさせていただきたいと思います。こちら、以前の動画で作りましたパイプの曲げエルボー、そしてカットされた楕円パイプ、そしてカットされた楕円パイプなんですが、溶接継ぎ手用にこんな感じで楕円パイプの継ぎ手として CNC でカットしました。ぴったりフィット。はい、CNC ならこういったものもイージーに加工できますと。そして、こちらフィンガームのエンドですね。鉄部材のエンド。完成予想図的な模型がこちらになるんですが、これがここについて、でアルミ部品に変換されるという予定になっております。ここは鉄、この黒い部分が鉄、そしてこの灰色の部分はアルミ削り出しでやっていきたいと思ってます。はい、なかなかの立派な部材もアルミ削り出していきたいと思います。中はねこんな感じでくり抜いてます。だからこれはね、見た目の割にそんなに重くないです。どっちかというとこの継ぎ手が重たいですね。こんな地味に重たいのが4つもあるんでね、結構ね、全体的に重たくなるんじゃないのかなと思います。で、こちら、スイングアームのピボットって合ってたかなの部分ですね。この部分になります、これ。で、ブッシュとかでもいいんかなと思ったんですけど、せっかくなのでということで、ベアリング仕様にしようと思います。こっちからベアリングを圧入して、こっちからベアリングを圧入しようと思います。中にはディスタンスカラーを入れる必要がありますが、こんな感じでベアリング仕様にしようと思います。で、こっちが反対側の部材ですね。で、こっち側の反対側の部材は、こんな感じでリンク機構が搭載されるポイントになるので、長めに作ってリンク機構がつく機構がここに盛り込まれることになってます。ただちょっと時間がかかりすぎるので、次回以降ということにしたいと思います。割と鉄の加工も慣れてきた。これでやってた時のこのめちゃくちゃ時間かかるなっていう感覚から、比較的慣れてきたかなという感じがあります。今のところ OSG さんに以前の動画で提供いただきました AEVML の余ってたやつを使ってですね、加工をしてたんですが、粗仕上げともに両方使えてしまうのと、あとそれなりに、回転数が低くて合成も低い機械でもそれなりになんかうまく使えてしまうということで、結構いい感じに加工することができました。慣れてきた時に作ったこちらの部材、ちょっと出っ張っててこんな感じの部材ですね。これ1個3時間ぐらいでした。ちょうど3時間ぐらいで加工できました。意外と早く加工できたなと思いましたね。でこれだけ8パイの AEVML で加工しました。で他のやつは全部10パイのやつ1本でこう全部加工したんで、もうどんどん肌が荒れてきました。粗も仕上げも全部やってるんで、8パイのやつはコンディションが良かったのでこれはテッカテカなんですけど、これはだいたい3時間ぐらいかかったですね。どうでしょう、 100V の CNC フライスでこれ3時間で作れるんやったら結構優秀じゃないでしょうか。全体的に一般交差の部品というか、そんなに精度うるさいところがないのでそんなもんなんですけど、3時間です。で結構時間がかかったのがこちらのピボットですね。ベアリング入れるために精度穴をこっちから開けて、でひっくり返して一時決めして精度穴もう一回こっちでも開けてっていうのが非常に時間かかりました。で今回初めて使いましたボーリングヘッドがですね、ちょっと慣れが必要やということで今回は時間かかりました。でこっちでもボーリングする必要があるんで、もうちょっと手際よくできるかなとは思うんですけど、結構難易度が高いなと思いました。手研ぎする必要もあるし、条件をそれなりにちゃんと出せないといけないということで、ボーリングヘッド難しいなと思いましたね。機械加工屋さんで働いてた時はボーリングヘッドもっといいの使ってたんですよ。1個5、6万するようなやつで
加工してたんですけど、バチクソにビシッと安定して回転数も上げれてサクッと加工できたっていうのから考えると結構難易度が高いボーリングヘッドでしたが、多分慣れればもうちょっと使えるかなと思います。一応狙った寸法にはできてますんで、25.98 26のマイナス100分の2の寸法を狙ってその寸法にできたので、ちゃんとやれば使えるんですけど、工夫がというか慣れは必要かなと思います。で圧入圧入する寸法を作ったら圧入してしまいたくなるんですけど、まだこの後工程が残っておりますので、これは圧入せずに置いておこうと思います。こいつの寸法が 25.995 26からマイナス1000分の5ミリに対して26ミリからマイナス100分の2ミリ小さいので、圧入しろが100分の15ミリ 0.015 ミリ圧入しろがあります。軽く圧入できるでしょう。楽しみです。でですね、鉄の部材がこれだけありますので、しかもこの曲がってるためだけにこれだけの重量物があるということで、先ほど測ってみたんですけど、この完成した部材だけで下部の純正スイングアームと同じ重さでした。に加えて溶接するので溶接ビードが乗ります。それに加えてまだこれが完成してません。これも加わります。アルミの部材が加わりますということで、重量級のスイングアームになるんじゃないのかなと思います。下部のスイングアームのメインパイプじゃないんですけど、パイプに相当する部分がだいたい 1.3 とか 1.4 ミリ板厚に対して、こいつはもう 1.6、 このパイプがもうすでに分厚いに加えて継ぎ手が重たい、継ぎ手もかなり強度を余分に取りすぎたんでかなり分厚いです。重たいです。そしてこういった部材も地味に重たいですということで、重量級のスイングアームになるんじゃないのかなと。っていうかもうなってますけれども、なってます。はい。そうだ。ついでにご報告なんですけど、ブレーキキャリパーなんですが、こちらの WR の純正キャリパーを落札しました。高いから買いたくなかったんですけど、これ5000円でマスターとキャリパーが買えたんで運が良かったです。ブレーキキャリパーは WR250R か X か分からんけどの純正を使います。はい。せっかくなのでこちらの部材をちょっと組める分だけ組んでみたいと思います。ちょっと組んでいきましょうか。鉄の加工をしこたまやりました。でなかなか疲れたなというところなんですが、鉄の粗加工をもうちょっと手早く行える刃物を探してみたいなと思います。AE、VML 非常にいいんですが、やはりですね、粗も仕上げもできるということでですね、粗にもうちょっと特化したやつをね、探してみようと思います。今予算がなかったんで、VML さん余ってたし、ゴリゴリ使わせていただきましたが、ちょっとね、真面目に粗工具を探そうかなと思ってます。はい。でこれは削り出したらここにつきますよと。ここら辺は補強入れると思いますけど、おおよそこんな感じでスイングアームができてきたという感じになります。というわけでなかなか進まないケロのスイングアーム企画ではありますが、のんびりとはしながらも確実に進んでおります。こちらの鉄の部材が用意できたら、こいつを溶接するためのジグだったりアルミの部材を作っていくという風になっております。だいぶ先が見えてきた
というわけで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。